自分は平和に暮らしたいだけなのに。応援してくれるの？でも自分のような弱い生き物は強い生き物に殺されて食べられてしまう運命なんだよ。はあ、ああ。でもアリスは自分より弱い生き物。トカゲはいきなりアリスに近寄ってきた。アリスの血をすすれば自分も強くなれるのかな。でもアリスは嫌がるだろうな。血を与えるなんて気持ち悪い行為だと思うんだろうな。何度もお願いしたら少しだけ舐めさせてくれるのかもしれない。ああ、でも自分はそれだけで満足できるかな。アリス、よく見ると美味しそうだし我慢できないかも。ごっくり。ブツブツと小さな独り言を言いながらアリスをじっくり観察するトカゲ。アリスは少し困った顔で白ウサギを追いかける最中なので、そろそろ先へ進みたいと伝えてみた。ああ、そうか。君には役割があったんだった。こんな貧弱なトカゲ風情に構ってるなんて時間の無駄遣いかもね。自分は住みやすそうな岩裏探してもするよ。お互いに頑張ろう。さよなら、アリス。アリスは気がつくとピンクや紫色に発光する見たこともない建物の間を歩いていた。ピカピカと点滅する明かり。知らない言葉で形作られた看板のようなものたちがあちらこちらに吊り下げられている。最初は初めて見る形式にワクワクしていたが、四方八方からこちらにおいでと囁かれている気がして落ち着かない。なんとなく怖い気持ちにもなってくる。ちょっと泣きそうになりながら顔を上げると分かれ道が見えた。右と左に大きく分かれているようだが、特に看板などは見当たらないので、両方とも行き先がどうなるか分からない。にゃ！突然、視界の片隅からにょろりとチェシャ猫が現れた。にゃははは、びっくりしたかにゃ。我が輩はヌーコであるぞよ。ちゅうかアリスさん、久しぶりじゃないか。今までどこで何してたの？そういえば、アリスさん、こんなところに突っ立って何かお困りかにゃ。アリスはチェシャ猫に分かれ道を指さした。ああ、ここね。ふむふむ、迷うよね。迷っちゃうよね。でもこの道はどっちへ行っても死んじゃうよ。にゃんて嘘。右へ向かうと誰かの物語通り、左行けば向こうの物語通りにたどり着くにゃ。どちらか好きな方を選ぶといいにゃご。右の道は誰かの物語通り、左は婿の物語通り。どちらへ行ってみようか。左の道へ行くことにした。ここはどこかの路地裏だろうか。先ほどの場所より薄暗く、じっとりとした空気が漂っている。しかも狭くて少し臭い、何かが腐ったような気持ち悪い匂いがする。アリスはしかめた顔をしながら足早に歩いた。よう、アリスさん。我が輩暇猫だからついてきちゃった。途中まで一緒に行こう。アリスは通りを見回してみる。なんだか嫌な視線を感じる。ここはストリートにゃ。外れ者たちが住み着くバッチリところなわけ。
でも懐かしい場所だよにゃ。悲しくて辛い思いもしたけど楽しいこともあったような気がするにゃ。最悪の環境で生活するためには自分の信念を泥の中に押し込めてそれを殺さなきゃいけない。みんなそうして生きるしかにゃい。にゃあ、アリスさんはそんな生活したことある？アリスはよくわからないと首を振った。にゃあ、それは失敬したにゃ。アリスさんってこの物語を終わらせようとしてるの？アリスは白ウサギにそう言われたことをチェシャ猫に打ち明けた。ああ、あいつはそう言うだろうにゃ。だってこの物語を引っ張る役割があるんだから。そういえば白ウサギは全然追いつかないって。にゃはは、それは気にすることにゃい。この世界で時間中概念はそんなに重要じゃないからね。でもアリさんがちゃんと自分の使命を覚えててくれて安心したにゃ。だって我が輩アリスタンに会うのは4876時間と2日ぶりだったから。4876時間と2日ぶりにゃひひひ。それっていくらなんでも久しぶりすぎだにゃ。チェシャ猫は急にへんてこな顔になった。別に面白いジョークを言っているわけではないだろうに、にゃーにゃと一人で笑っている。アリスは道の向こうを見た。いや、見上げた。道の先は行き止まりだった。そしてその行き止まりの壁には赤黒い大きなシミがこびりついていた。いや、こんなにアリさんと会ってなかったんならそりゃお腹も減るわけにゃ。レアの高級品を不衛生な路地裏で貪るのをつ。そうもないかいにゃんこちゃん。心配しないでねアリさん。かけら一つ残さずみんなできれいにいただくからさ。ああ、なんということでしょう。少女アリスは腹を空かせた野良猫たちに食い殺されてしまいましたとさ。